こんにちは。スポーツライターの木崎真也です。今日は編集部からこんな質問を受けました。なぜ J リーグにはグローバル企業が所有するクラブがたくさんありながら、その企業はクラブにあまり投資してこなかったのかというテーマです。例えば、トヨタが名古屋グランパス、日産が横浜 F マリノス、パナソニックがガンバ大阪、ヤンマーがセレッソ大阪など、世界で有名な企業がたくさん所有しながら、なぜクラブに投資してこなかったのか、それについて質問されたので答えていきたいと思います。まず、日本のサッカーにはもともとプロリーグがありませんでした。で、その時どういうふうにサッカーが成り立ってたかというと、企業による実業団チームによるリーグが行われていました。アマチュアで半分プロ、セミプロと呼ばれてましたけども、なのでその時には企業がチームを持つんですけども、あくまでビジネス的にそこで利益を出すというよりも、他の目的がありました。で、主な目的としては、従業員の福利厚生だったり、企業への帰属意識の向上だったり、で、採用強化のための、学生たちにどんな企業かっていうのを知ってもらうための材料として、実業団チームがありました。一番はやはり福利厚生という目的が強かったです。なので、そこまでお金をかけることができない、そういう目的のためではなかったんで、もともと、もちろん投資はある程度してはいたものの、ものすごく強くなるとか、ビッグクラブになるというよりも、従業員のためのサービスとして始まった成り立ちがあったので、プロになった後もそこまで大きな投資ということがなされてきませんでした。なので、もともと福利厚生のためのチームだったということが歴史的に背景にあります。で、もう一つ理由としては、あまり強くなりすぎると、宣伝において逆効果になるということがあります。これはどういうことかというと、例えばトヨタが名古屋グランパスにものすごく大きな投資をして、毎年のように J リーグを優勝するような状態になると、そのトヨタの車に対しての不買運動、それは起こらないでしょうけども、何か敵対意識というか、反感感情を、くすぐる恐れがあります。これはあくまで推測なんですけども、あまり広告という意味でもインセンティブが働かないので、そのリーグ内でのもちろん投資をする、その大きなクラブとして投資はするんですけども、その枠を超えた投資というものは、上場企業でもありますし、無理な投資をしない、そういう構造があります。なので、例えばこれはドイツのレバークーゼンや、ボルスブルクを見ても同じような状況があると思うんですが、例えばレバークーゼンの親会社のバイヤー社が本気で資金を注入すれば、バイエルミュンヘンクラスの規模になっててもおかしくないと思うんですけども、もともと企業チームですから、それも従業員の福利厚生として始まっているので、そこはリーグの規模の中でのあくまで、ダークホース的な位置づけの投資にとどまっていると思います。なので企業が、チームを持つということがヨーロッパでは少なくて、で、その数少ない例がレバークーゼンだったり、ボルスブルクではあるんですけども、そこも、やはりあまりファンの感情を逆なでするような投資はしないことがありまして、それがJ リーグでも起こっていると思います。この主な2つの理由によって J リーグというのは、ある程度、規模感があるんですけども、その企業がその枠組みを超えて投資をするようなインセンティブが働かず、今のような状況になっていると思います。じゃあ、今後どうなるかということですけども、レッドブルグループが大宮を買収した、NTT、グループから、買ったわけですけども、それによってどう変わっていくかっていうことなんですけども、今後、その編集部としては、外資系の企業が J リーグにそういう買収を繰り返すのかということに興味を持っているということなんですけども、一つ可能性があるのは、東南アジアの、富豪による買収だと思います。実際過去にインドネシアのエリック・トヒルさん、これは元インテルのオーナーとしても有名ですけども、エリック・トヒルさんが FC 東京の買収に動いたことがありました。その時に、なぜ実現しなかったかというと、スタジアムの問題で、やはり自分たちの所有しているスタジアムじゃないということで、ビジネスの制限があるということから、そこで、話が進まなかったようですけども、東南アジアのオーナーにとっては、日本のチームを持つということが一つステータスになり得る。それは
育成力も含めてだと思うんですけども、日本サッカーというのは今、世界的にも育成に優れた国の一つになってきてますから、その育成力を手に入れるという、ノウハウを手に入れるという意味でも、クラブを所有して、でそこから東南アジアの自国の国の選手を送り込んで育成するということも考えられますから、今後、東南アジアの企業、もしくは、そういうオーナーグループによる買収っていうのはあり得ると思います。なんでそこは J リーグとしてもコネクションを作りたいと思うんですが、まだ残念ながら実現してません。で、もう一つ大きな変化になりそうなのは、スポーツベッティングの解禁です。日本においては、トトと呼ばれる、その国が管理するサッカーくじはあるんですけども、ヨーロッパのようにスポーツベッティングの、文化があまり発展しておらず、海外のスポーツベッティングのサイトにかけるということは違法として、禁止されています。なので、スポーツベッティングのスポンサーが J リーグのクラブのスポンサーになることは今のところないんですけども、それが解禁されれば、そちら方面のお金も入ってくるので、もう少し規模感が出て、投資のしがいが出てくるようになると思います。で、J リーグの次のフェーズとしては、今、一番、収益を上げているクラブでも100億円規模なんですね。それ100億円規模を、1ミリオンドル規模に、していきたいというのが次のステージだと思います。なので、円換算すると180億円、160億円ぐらいですかね。160億円ぐらいのクラブを作っていく。そのためにはやはり J リーグから若手選手をヨーロッパにどんどん売っていかなきゃいけないんですけども、今も売ってるんですが、移籍金が2億円や3億円の間で推移していて、あまり収益にならないと。ただその選手たちがベルギー行って、ベルギーからドイツや他の国に行くと、えー10億円ぐらいの価値になっているという現状があります。なので、まずは日本からベルギーに行くときの金額を上げるというよりも、日本からドイツやイタリアといった国に直接10億円で売れるような体制を J リーグが目指しているそうです。これは野々村チェアマンが考えているそうなんですけども、日本からベルギーに行って、ベルギーから他のに行くときの金額感を日本から直接5大リーグ、ドイツやイタリアといった国に送り込めるように、次のステージとしては J リーグは、考えているそうです。なので、それを実現するためにも、日本サイドから、よりそういうヨーロッパの国へのコネクションだったり、あとヨーロッパの国が日本の選手を見たときに、やはり一番懸念するのは語学力だったり、その文化に適応できるかなんで、その辺の研修も J リーグとして深めて用意していけば、若手がスムーズにいく実例が増えていくと思うんで、そこが今後の課題になっていくと思います。今日はなぜグローバル企業がクラブのオーナーでありながら J リーグのクラブに投資してこなかったということに話しましたが、今後東南アジアなどの富豪が入ることによってその構図が変わることを願っています。ご視聴ありがとうございました。